どうも、サコシュイトです。今回はマテリアルのアセット化の方法をステップバイステップで解説します。マテリアルをアセット化できてしまえば、ゼロからノードを組む必要もなくなるので、作業の効率がぐんと上がります。大まかな流れとしては、任意のフォルダをアセットライブラリのファイルパスとして登録、アセット管理用のファイルを準備し、フォルダに保存、そのファイルに作ったマテリアルを読み込む。こんな流れで自由に作ったマテリアルを呼び出せるようになります。それでは早速始めましょう。まずはアセットライブラリとして登録するフォルダと管理用ファイルを一度に作ってみましょう。新規プロジェクトを立ち上げたら、画面上のファイルから、名前を付けて保存を選択、フォルダマークをクリックして任意の場所にフォルダを作成しましょう。フォルダ名は、何でもいいですが、マテリアル、アセットとでも、しておきます。そしてこの中に、新しい、管理用ファイルを、作っておきます。オリジナルマテリアルズとでも、しておきます。そして、名前を付けて保存を選択しましょう。保存できたら画面上の編集、プリファレンス、ファイルパスと移動しましょう。英語だと、こんな感じですね。そしてこの中にアセットライブラリという項目があるので、ここで作成したフォルダを指定します。プラスボタンを押して、今作った、フォルダを指定しましょう。これでアセットライブラリとしてフォルダを登録できました。ここに保管されたファイルがアセットとして読み込まれていくことになります。次は画面下をアセットブラウザーに変更しましょう。画面を持ち上げて、こちらのアイコンからアセットブラウザーを選択します。そして、こちら全ライブラリとなっているのをアセットに変更しましょう。アセットに変えておかないと新たにカタログと呼ばれるフォルダのようなものを追加したり名前を変更したりすることができません。変更したらこのカタログから新規アセットカタログを選択します。これでカタログが新たに追加されたのでこちらをダブルクリックして名前を変更しておきましょう。オリジナルマテリアルズとでもしておきます。ここまでできたらアセットから全ライブラリに戻しておきましょう。今度はこのプロジェクトファイルに自分の作ったマテリアルを読み込んでいきます。画面上のファイルからアペンド、マテリアルが保存されているファイルを選択しましょう。このブレンドというファイルですね。こちらをダブルクリックしましょう。そしてマテリアルというフォルダがあるのでこちらを開きましょう。すると中にマテリアルのデータがあるのでアセット化したいものを選択してアペンドを押しましょう。そして画面右上のアウトライナーで、こちらのアイコンをクリックして表示モードを、ブレンダーファイルに変更しましょう。するとファイルのカテゴリーごとに分かれて表示されます。この中のマテリアルを開いてみましょう。そうすると読み込んだ、マテリアルが確認できます。こちら、ダブルクリックして、名前を、分かりやすいものに変えておきましょう。とりあえず AA とかにしておきます。名前を変えることができたら右クリックから、こちらアセットとしてマークを選択しましょう。そしてアセットブラウザーの見割り当てという項目をクリックしましょう。するとアセットとしてマークしたマテリアルが表示されています。これを先ほど作ったカタログにドラッグ&ドロップしましょう。これでマテリアルをアセットとして登録できました。見割り当てのままでも、特に問題はないんですが、管理しづらいのでカタログに移動させておくことをお勧めします。他にも登録したいマテリアルがあれば同じ手順でこのファイルに読み込んでいきましょう。ここまでできたらこのファイルを上書き保存しておきます。それでは新しいプロジェクトを立ち上げてマテリアルを呼び出せるか確認してみましょう。ファイルから新規全般とクリックして画面の下半分をアセットブラウザーに変更しましょう。画面上レンダープレビューに変更しておきます。そして先ほど作ったカタログを選択しましょう。すると登録したマテリアルが確認できます。そして、こちらインポート設定ですが、マテリアルを編集したい場合はアペンドにしておくことをお勧めします。そしてこちらをドラッグ&ドロップしましょう。するとマテリアルを割り当てることができます。ちなみにですが、ジオメトリーノードエディターでも同じようにドラッグ&ドロップすると、ノード化した状態でマテリアルを扱えるようになります。一応見ておきましょう。画面を分割してジオメトリーノードエディターに変更しておきます。そして、こちら、ジオメトリーノードエディターに、このマテリアルをドラッグ&ドロップしましょう。すると、こんな感じで、ノード化した状態でマテリアルを使うことが、できます。
かなり作業効率上がると思うので、ぜひ活用してみてください。ちょっと短い動画ですが、今回はこのくらいにしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。